ハローエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのマセラティグレーカーレトロフィオを紹介したいと思います。今日ドライブしているグレカーレトロフィオは2024年の8月に小さなマイナーチェンジを受けてブレーキのホールド機構が装着されてより快適にドライブできるようになったそうです。このねグレカーレのルックスとそれからこの外装色、それに合わせたホイールのカラーといい、ブレーキキャリパーがねホワイトだったり、そしてインテリアもとてもラグジュアリーなレザーがしつらえてあって、それでこのカラーコンビネーションですよね、とってもおしゃれな1台に仕立てられています。そんなグレカーレトロフィオなんですけれど、ボディサイズが全長が 4860mm、 全幅がミラーを含まないサイズで 1980mm、 そして全高が 1660mm。このねサイズ感でいうとちょうどライバル車で言ったらポルシェマカンがターゲットになっているのかなと思いますけど、そのマカンよりもねホイールベースは長めで 2900mm というまあまあなロングホイールベースを採用されています。このねホイールベースのおかげでリアシートの移重性がとても高くて、僕が座ってもね十分ゆったりとくつろげる、そういったねサイズ感を持っています。ホイールベースだけで見るとねポルシェマカンじゃなくてポルシェカイエンよりも少しロングホイールなんですよね。ですからそういったねサイズ感で言うとなんとなく大柄なね SUV を想像できるんですけど、それでもね絞り込むところは絞り込んで上手なパッケージングになっていると思います。基本骨格となるプラットフォームがアルファロメオのステルビオと同じジョルジェットプラットフォームを採用しているそうで、そこはね同じイタリアのグループ内での上手なコストダウンを図っていると思いますけれども、それでもね車の性格上全然味付けも違うと思いますので、若干ねこちらのグレカーレの方がホイールベースがロングホイールベースになっている、そういったところも含めて全くね違う味付けにはなっていると思います。でこのシャシーがね結構剛性が高いのがドライバーシートに座っていてビシビシとね伝わってくるこの振動、これがねまたシャシーが高合成だと不快な感覚がないんですね。これがねシャシー合成が低いとブルンブルンって震えちゃってとてもね不快感を感じるんですけど、まあフロントリアともね21インチの台形ホイールを履いていることもあってそれなりのねやはり突き上げ感というか乗り心地は感じるところではありますけども、このマセラティの象徴でもあるトライデントをモチーフにしたデザイナーアルミホイールすごいかっこいいですよね。でこの21インチのアルミホイールに履かれているタイヤがブリヂストンのポテンザで、フロントが2554021、リアが2953521という、まあもうね完全にドライ路面のスポーツタイヤを採用していますね。ですから今日はねちょっとワインディングとてもね気温が低くて、朝はねマイナス4度だったんですけど今少し上がって気温1度まで上がりました。でもねもうほぼ路面温度は0度以下だと思いますので、
ところどころね雪解け水が路面に流れ出してきていて、ハーフウェット状態なんで、このね完全ドライ志向のタイヤ、それから車の性能もね含めて考慮すると、少しね慎重にドライブをしなきゃいけないかなと思っています。このトロフィオのフロントミットに搭載されたパワーユニットなんですけど、3リッターの V 型6気筒 DOHC ツインターボエンジンで、 F1 をはじめとするレーシングカーで当たり前になっているプレチャンバーを量産車として初めて採用したマセラティネットゥのエンジンで、スーパースポーツカーの MC20 に初めて搭載されたんですね。で、このプレチャンバーは点火プラグの先端に小部屋を設けて、中の混合機に点火することによって小部屋の先端のオリフィスから勢いよく火花が吹き出すことで、従来より燃焼効率が向上するという仕組みになっているそうで、 MC20 ではドライ散布だったものを、こちらのグレカーレトロフィオはウェット散布に変更されていて、それによってね最高出力は630馬力からディチューンされた最高出力530馬力を6500回転で発揮、最大トルクが620ニュートンと、こちらは2750回転という低い回転から発揮しています。気になるウェイトなんですけど、車両重量は2030キロと、2トンを超えてる、これだけのね車格を持った SUV なんで仕方がないっていうところなんですけど、それでもねなんと驚く動力性能なんですけど、0-100キロ加速が 3.8 秒で、最高速は285キロというね、もうこのね0-100キロ加速だけを見ると、なんと最新型のポルシェ 992.2 型の911よりもコンマ3秒もこちらのグレカーレトロフィオの方が速いというね、ちょっとこのルックスからは想像がつかないとんでもない俊敏さを持っているそうで、もうねこのスペックを見ただけで、これはねちょっとハンドリングを試されるワインディングに持ってこなくちゃと思って、今日この低中速コーナーがね連続するワインディングに来たんですけども、そこでねこのグレカーレトロフィオがどんなパフォーマンスを発揮してくれるのかとても楽しみです。で、フルタイムのね 4WD という機構には一応なってるんですけれど、エアサスペンションとそれからリアに EDEF が装着されていて、このセンターディスプレイでね今駆動の前後配分が表示されるんですけど、もう本当にね動かし始め若干フロントが駆動するだけで、いざ走り出してしまったらほぼリアで駆動しているというね FR のような四駆なんですね。ですからそういった意味でもハンドリングにはねとても好印象な走りをしてくれるんじゃないかなって期待しています。エンジンのね後ろに8速オートマティックギアボックスが搭載されているんですけれども、それでも前後のね車両配分が50対50に限りなく近いということで、とてもニュートラルなハンドリングだということが想像できます。さてね、とてもね路面温度が低くて、また気温が0度以下になっちゃいましたね。そんな状況でね、カメラで映ってる映像からも分かっていただける通り、雪がね残っていて、その辺りは全部ねハーフウェットなんで、ちょっとね慎重に徐々にペースアップしていってみたいと思います。今ね走行モードはスポーツに設定してあって、それ以外にも GT とコンフォート、それからオフロードっていうねたくさんの走行モードが設定できるんですけど、今日はスポーツからね走り始めてみたいと思います。それでは徐々にペースアップしていってみましょう。やっぱりね路面温度がマイナスなのもあって、相当
タイヤはズリズリで滑ってスライドしてますね。やっぱりね、スポーツモードだとまだサスペンションの硬さがねそれなりにロールを許す感じで、若干ねコーナーの出口でおっとっとって感じにはなりますね。こういうね路面がねスリッピーな時は本当に運転にねドライビングの基本に帰って丁寧に運転してあげないといけないんですね。ですから急がつくね動作をなるべく控えることと、それからステアリングがね切れてる時はフルブレーキングをしないこと、そういったね基本をねちゃんと押さえていればそれなりのねペースでは走らせることができると思います。シフトチェンジのたびにエキゾーストから結構ね激しいサウンドが聞こえてきますね。まだねタイヤ温まってないんで若干ねズルズルといってますけど、フロントはねすごく接地性がいいですね。それに比べるとねリアはねもうちょっといまいちなのかな。まだね温まってないですからねタイヤがね。装着されているブレーキなんですけど、鋳鉄製でねモノブロックのフロントが6スポット、リアがモーポットキャリパーを採用されていて、このね初期精度のタッチすごくいいですね。しっかりとねブレーキをかけ始めからスッとね車速を殺してくれて、このブレーキのねタッチの感じは僕大好きですね。やはりねそれなりに車重があってハイパワーな車両ですから、ブレーキがねちゃんとね効いてくれないとこういったね恐怖感がね湧いちゃってできないんですけど、このブレーキはねいい感じですね。パワーありますね。もうコーナーからコーナーまでねワープしてるって感じで速い。少しずつねリアタイヤが温まってきてくれて滑り出しがねなかなか入ってきますね。まだねアクセル回路 80% ぐらいなんですけども十分速いですね。このシートのねホールド性がすごく高いんですよね。このシートねストリートだけしかね走らないんだとちょっと硬いっていう印象かもしれないんですけど、これだけのね性能を持ってる車だとねやはりこのぐらいのねホールド性の高いシートが必要になりますよね。ですからもしね乗り心地やシートの硬さそのあたりがね気になるようでしたらトロフィオじゃなくてね
カーレには GT とモデナっていうね直列4気筒のマイルドハイブリッドをね搭載したモデルも用意されているので、そちらの方はねおそらくとても乗り心地に関してもねマイルドだと想像できますので、もうリアタイヤもねフロントもそこそこ温まってきたみたいですね。まだね路面温度0度以下だと思うんですけど、それでもねこれだけハイペースで走ってくれて、グリップもねすごく増してきましたね。ステアリングのね初期音がスッと路面を捉えてくれて、その後もねズルズルっていうアンダーステアも出なくて、上りも下りもほぼねハンドリングはニュートラルですね。コーナーまでね回転性とてもいいですね。で意外とねピッチングもロールもそれなりに動いてくれるんで、このぐらいね荷重移動がしてあげた方が今日みたいなね低迷の路面にはいいでしょうね。ハーフウェイトの路面なんですけど、それでもねしっかりとグリップしてくれてますね。いやこのブリヂストンのポテンザすごいタイヤですね。でね結構トルクがあるんで早めのねシフトアップがいい感じですね。じゃあ続いてスポーツモードからちょっとねコルサーモードを試してみたいと思います。加速 G でね携帯置き場に置いていた iPhone が飛んできましたねさっきよりもねもうアクセルの突きが全然鋭くなりましたね。でもねこのサスペンションに関してはコルサモードにしてもそんなにねガチガチのハードっていう感じではないですね。これが意外だな。ブレカーレっていうね車の性格上サーキットをね走ることはまずめったにないと思うんで、そういう意味でもねこのコルサモードがこういったねワインディングにちょうど適したようなそういったものになっているんですね。全然ちゃんとね路面の凹凸も吸収してくれるし、それでいてそれなりのねロールも伴いますから、ただ腰砕け感はねもちろんないし、やっぱミューが低いところはトラクションコントロール EDF が効いてくれてますね。抜群にね開放性が良くて速いですね。
と比べても極端にはね減らしてないですね。この味付けは素晴らしいですね。こうじゃないとねサーキットじゃないと使えないモードになっちゃうと思うんで、とてもいいですねコルサモード。吹き上がりの速さ、これがねプレチャンバー効果ですよね。いやこのねスタイリングからは想像できない走りをしてますよね。速い。フロントもリアも十分にタイヤ温まってると思うんですけど、だんだんねペースを上げていくとそれなりにね重量がある車なんで、フロントもね若干アンダーっぽい若干アンダーな感じになってきましたね。でもオーバーステアに関してはねほぼほぼ顔出さなくなりましたね。やはりね安全なね思考にセットアップを振ってるんでしょうけど、この辺りやっぱりリアルスポーツカーとはね当然違いますよね。いや今メーター表示を見たらですね、このコルサモードにすると ESC はオフに自動的になるみたいですね。全然リアがブレイクするっていう感じはないですね。すごく安定していて、このセットアップはねとても安全志向だと思います。車の動き方、このドライビングポジションもねほぼベストなスポーツドライビングをするポジションが取れているんで、目線がね高いところを覗けば全然スポーツカーを運転しているのと全く変わらないっていうイメージなんですけど、でもね実はホイールベースが2900ミリもあって4ドアの SUV なんですよね。とてもね不思議な感覚ですね。まるでねポルシェ911をドライブしてるがごとくの車速で加減速をしちゃうんで、ただやっぱりね絶対的なね重量は2トンオーバーの車なんで、今もブレーキがね少し過熱気味ですっていう警告が出たんですけど、そのあたりはね限界はやっぱりきますよね。ただねそういった部分を除けばすごいリアルスポーツカーって言ってもいいぐらいのハンドリングと加速減速をする車でしたね。いやちょっとびっくりしました。マセラティっていうねメーカー自体はもう昔からレーシングカーで何度もねワールドチャンピオンを取ったりとか素晴らしい成り立ちのメーカーなんですけど、それでいてねストリートカー用の GT はハイパワーなレーシングユニットのようなエンジンを搭載しながらもインテリアは常にねラグジュアリーで、そしてねこの車にも設置されてますけど機械式の時計がね昔は搭載されていて、それがマセラティならではのね高貴なイメージを放ってたんですけど、こちらの車も例に漏れずねとてもねインテリアは豪華で、
まずねちょっと動き始めピシピシとそれなりにねシートを通して路面の凹凸を感じ取ることができるんで、そういった点を除いたらもうとてもねコンフォートな豪華な SUV に乗っているっていうイメージしか湧かないんですけど、まさかねこんなに素晴らしいスポーツカーらしい走りができるとは。きっとね助手席に乗ってる人をいきなりアクセル全開にしたらびっくりしちゃうでしょうね。そんなねサプライズが秘められたこのグレカーレトロフィオは、スポーツドライビングを愛している方にとって最適なねファミリーカーにはなるでしょうね。それではコルサモードからスポーツモードを飛び越して GT モードにしました。さあじゃあ少し踏んでってみましょう。パワーのねアクセルを踏んでった時にアクセル回路に応じてコルサモードはすぐねフルパワーが出てたんですけど、 GT モードはねとても穏やかなパワーの出方ですね。でねロール量ももちろんたっぷりと増えましたね。やはりねスポーツドライビングするにはスポーツモードかコルサモードでないとちょっとダメっぽいですね。すごいロールするある意味ねこれがこの車格にふさわしい車の動きですよ。これがねこの動きだったらなるほどなっていう感じですけど、さっきのねコルサモードとスポーツモードがちょっとねすごいんですね。なるほど、これは試しといてよかった。ご家族をね乗せたりとかゆったりとね移動するときは GT モードはとてもねマイルドに車が動いてくれるんで、もちろん乗り心地もいいですし、この下にねコンフォートモードもあるんで、コンフォートはねよほどのことがないと使わないのかなと思いますけど、いやグレカーレ素晴らしい車でした。マセラッティはね MC プロジェクトでレーシングカスタマーサービスもやってるんですよね。そのあたりはね日本にはあまりインフォメーション来ないんですけど、 GT3 ではなくて GT2 というレギュレーションでよりねハイパワーでダウンフォースもハイダウンフォース仕様のエアロパーツが許されているカテゴリーがあって、そこでねアマチュアドライバーがスポーツ走行やレースを楽しんだりしてるんですよね。そういったねモータースポーツへのね関わりもずっと持ち続けてるっていうところがね、こういった SUV にもセットアップとか生かされていくんでしょうね。SUV のスタイルをした 4WD っていうねそういった部分だけを見てしまうと、まさかねこれだけスポーツカー的な性能を秘めてるとは夢にも思わないですね。Thank you for watching。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回も